はい、毎度キニフェルドです。今回の動画は GoTo キャンペーンについてです。まず GoTo キャンペーン事業がどういうことかということを、皆様に簡潔にご紹介いたします。令和2年度補正予算案額1兆6794億円、事業イメージとして新型コロナウイルス感染症の流行収束後の一定期間に限定したキャンペーン、消費喚起キャンペーン GoTo キャンペーンを実施。まず第一に流行がまだ終わっていませんよね、正直。8月に確か、これが実施される予定だったんですが、地方の、旅行関係者が、早くしろと言って、7月22日から、4連休に向けて、これが実施されるということで。日本国内でも結構いろいろありますよね。いろんな意見が。GoTo トラベルキャンペーンは海の日を含む7月に4連休に間に合うよう、2020年7月22日から実施します。35% の割引、そして上限が1泊1名あたり14,000円、日帰り1人7,000円。いや、行くでしょ。どう考えてもこんなん出されたら。そしてこの GoTo キャンペーン事業、はもうすでにもう新型コロナが確かね、東京オリンピックがまだ実施される開催予定の時ぐらいからもうすでに GoTo キャンペーンのこと、コロナ収束後のことを考えていたのが日本政府ですけど、これはもうどう考えてもその福島第一原発事故後の無理に政府やメディアが国民に福島産のものを食べろとかキャンペーンとか、いまだに福島産のことをイチャモンつけるんだったら風評被害だとかね、このことの繰り返し、全く同じ状態が、この新型コロナ危機の中で起きています。これにまず気づいてください。なので今日本政府は何を行っているかというと、日本国民を完全に危険にさらしています。はい。また一方で他の国、ヨーロッパとかそうですけど、に関しては、例えばドイツではもうすでに、ドイツ国内旅行をしている人はいるでしょう、一定数。そしてドイツ人もそうですけど、一定数は、他のヨーロッパ諸国に、旅行に出かけている方もいるでしょう。旅行することに関しては、特に何も言っていませんが、もちろん一番いいのは、最適なのはまだ家で自粛していることですが、特に旅行行かないに関してはそこまで何も言っていませんが、基本的に自己責任だと言っています、政府は。感染しても。もちろんその旅行業界が全世界的にも、経済的にダウンしているのはもう皆さんご存知の通りですが、基本的にドイツはもう旅行に行きたい人は行ってもいいけど自己責任だよということで終わりです。はい。なので自分たちはあえて行きませんし、行ってる人もいます。身近な人でね。でもそれは自己責任だということです。で、日本に関しては GoTo キャンペーン事業を実施して、結構、35%、1泊1人1万円補助されるということで、日本政府側もなんか旅行を進めているような、風潮になっていますけど、政府側が国民に旅行を進めて補助金も出して行かない人は難しいんじゃないですかね。正直4連休もありますし、で旅行ってやっぱりお金かかりますし、でそこまで補助してくれるんだったら地方の経済の活性化も含めて行った方がいいんじゃないかとか思うような人も出てくるでしょうし、いやでも今じゃないでしょう。もういろんな各国の人にもインタビューして言っていましたが、今基本的にその海外旅行はもちろんご法度ですけど、もちろんその許可はされている国もあると思いますけど、基本的にはしない方がいいっていうのが最適だと思います。で、国内旅行に関しても基本的には今控えた方がいいんじゃないかと自分は個人的には思っていますし、それが妥当だと思っています。もちろんその観光業界の経済的にダメージもありますけど、経済ももちろん大切ですけど、自分の身が一番大切ですし、観光業界が本当に困っているのであったら日本政府が他の方法で支援すればいいだけですし、わざわざ日本国民をかき混ぜるような、感染者と感染していない人をかき混ぜるような日本全国、そういうことに支援するともう感染拡大の、第2波も来てもおかしくないと思うので、とにかく自分は GoTo キャンペーン事業には反対しています。もちろんその視聴者さん個々にいろんな意見はあると思いますが、自分はこの GoTo キャンペーン事業に関しては、その福島第一原発事故が起きて、で風評被害だと、その福島を心配している人を叩くような SNS で、そういうやつがまた来ているような感じがしています。
まず第一に視聴者さんに言いたいのは、まず今は旅行をしている場合じゃないですよということです。はい。これも GoTo キャンペーン事業にも書いてましたが、コロナ収束後となっていますが、収束していません。はい。それを早めて7月22日から施行するということで、お考えでもおかしいです。はい、なので、日本政府は、経済的なことをちょっと考えしすぎて、日本国民のことをほとんど考えていないということになります。はい、なので皆さんも気をつけてください。はい、それでは以上です。バイバイ。人には言えない過去だってあるわ。だけど本音で生きてきたのよ。あなただってそうじゃない。